まず一番のきっかけは、私がやはり40年来指導していただいている先生が緑内障で目が見えなくなったことです。でそれと自分自身が刻字という木に彫るものをやっていて、それは触ると、視覚障害の方も触るとどんな字が書いてあるか分かるという、この2つが自分の中で結びついて、この触覚書道というのを始めようと思いました。で今やってる触覚書道というのは発泡スチロールというものにリモネン液といって、これは通常の発泡スチロールの処理剤として使われている溶かす液なんです。そのリモネン液っていうのはオレンジの皮から取った100% エッセンシャルオイルなので、かいても指とか害がない。であと香りも柑橘系の香りなのでとてもいい香りであるっていう、この2点からこれだったら目の見えない方でもその指を荒らすことなく描けるんじゃないかという思いで始めました。はい、じゃあ脱っていう字を書いてみますね。まず脱なので左側月辺です。月、辺になるので肉月ですね。皆さん漢字分かる方分からない方いろいろなので、まずそのどんな漢字かを説明するときはレーズライターといって、視覚障害者の方が盲学校とかでよく使ってらっしゃるっていうグラフとか地図とかそういうのを書くときにもよく使ってらっしゃるっていう、それを使って私がまず、そこにボールペンでレーズライターに字を書きます。でそれを視覚障害者の方に触っていただいて、だから障害者の方たちはそれを触りながら左手で触って右手で書くみたいな感じで書かれています。でこのリモネン液をつけると大体 2,3 秒でへこむので、まず最初例えば縦画を書いて、次どこから横画を書いたらいいかが分かんないじゃないですか。その時にちょっと待つとへこむので、それをまた自分の手で触りながら、この位置から横画を出せばいいなっていうふうにそういうふうに分かりながら書けるっていうのがこの今のやり方のとても魅力的なところだと思います。ちょっといいよりがちょっと口が入らない。長いからね。長くする。私も当初これを始めた時はやっぱり視覚障害者の方が対象というふうな思いで始めました。ところがなんと聴覚障害の先生からも問い合わせがあったり、海外から来てる障害を持つ、方たち、若い方たちの指導者となるべく日本に研修に来てる方たちのプログラムに参加させていただいて、そこには視覚障害だけじゃなくて聴覚障害とか、あと肢体障害ですか、車椅子の方とかそういう方たちもいたんですが、同時にこの触覚書道を楽しんでいただきました。その時に自分が伝えたいコンセプトっていうのがやはりできないことを諦めるんじゃなくて、何か工夫をすることによってできるという、その喜びを味わっていただくっていうのがすごく大きなコンセプトになるんじゃないかな。でましてこれから海外自分のお国に戻られて、そういう障害者の指導される方たちには喜びですよね。人が喜んでくれる、できたって喜んでくれるっていうことを自分がしてあげられた、その喜びが一番大きなコンセプトになるんじゃないかなと思いました。そうしましたら視覚障害だけにかかわらず、いろんな障害を持つ方でもそういう思いを伝えることができるんじゃないかなというふうに考えています。